こんにちは、つるつるテミンです。今回はプサン一人旅で見つけたおすすめスポットを一本に凝縮した完全攻略ガイドです。プサン名物デジクッパや屋台飯、おしゃれなカフェ、スカイカプセルまで全部見せます。そしてプサンタワーが見える格安ホテルまで大公開。それではグルメ、カフェ、観光、ホテル、ヘウンデエリアを中心に効率よく回れるセットプランをご紹介します。それでは美しいヘウンデビーチを抜けてスカイカプセルからスタートです。ヘウンデブルーラインパークに到着しました。実は昨日は海辺列車に乗ったんですが、海があんまりにも綺麗だったので、やっぱりスカイカプセルにも乗ってみたいと思って今日もまた来ちゃいました。現在10時40分、券売機もありますが、今回は窓口でチョンサポ駅からミポ駅に向かう片道のチケットを購入しました。スカイカプセルはチョンサポ駅からミポ駅までの約2キロを結ぶ小さなモノレールです。今いるミポ駅からゆっくり歩いてチョンサポ駅に向かいます。ところで皆さんはスリルを味わいたいですか？こちらの展望台は足元がガラス張りになっているので、一歩踏み出す勇気が必要です。私は全然怖くなかったですが、とにかく風が強かったです。こんな風に楽しんで歩いていたら、あっという間にチョンサポ駅に到着しました。スカイカプセルには2階から乗車します。2階に上がるとお土産などを販売しているショップがあって、アイスクリームを購入しました。それでは予約の時間になったので乗り場に移動します。ちなみにスカイカプセルは1人でも2人で乗っても同じ金額なので、1人だとちょっと割高ですね。
それでは約30分の旅を楽しんできます。ちなみにチケットの購入方法ですが、窓口ではなく券売機で購入する場合は、日本語も選択できるので操作は簡単です。ただし予約なしで来る場合は、時間帯によっては売り切れていることも多いので、そこだけご注意ください。現在14時10分。それでは喉も少し乾いたので、カフェでゆっくり休憩をしたいと思います。実は今向かっているカフェは駅のホームから歩いてすぐの場所なんです。そしてなんとスカイカプセルを目の前で楽しめるカフェなんです。ホーム沿いをまっすぐ歩いていくと、すぐに赤いテントが見えてきます。到着しました。メニューはこんな感じです。ケーキも美味しそうでしたが、今回はドリンクだけにしました。現在19時15分。
今日の晩ご飯はヘウンデチョントンシジャンでいただこうと思います。美味しそうなお店がたくさん並んでいますが、今日の晩ご飯はこちらのお店でいただきます。私がオーダーしたのはこちらです。まずはなかなかつかみきれないこの大きなイカの天ぷらをいただきます。弾力があってなかなか噛み応えがあります。私は何もつけずに食べましたが、そのままでも十分イカの風味を感じられて美味しかったです。ちなみにオーダー方法は店頭に並んでいる商品を選んで先にお会計を済ませます。そして温め直した揚げ物を持って店内に案内をされます。また私のように店内で食べている人も多いですが、テイクアウトで購入されている方もたくさんいました。続いては待望のおでんの登場です。まずはこちらのお餅からいただきます。見た目は完全にお餅なんですが、私ははんぺんだと思って注文しました。ですがこの間違いがとってもラッキーでした。というのもこのお餅すっごく美味しいんです。しっかりお出汁が染み込んでいて、今日食べた中で一番かもしれません。続いてはこちらのおでんをいただきます。韓国屋台の定番といえばやっぱりこれですよね。魚のすり身で作った練り物のおでんはお出汁もしっかり染み込んでいて、もちもちとした食感で安定の美味しさです。具沢山のキンパもおすすめです。どれを食べても満足度の高い味わいでした。続いてはこちらのお店にやってきました。蜂蜜が入ったマッコリや蜂の巣が乗ったソフトクリームが有名なお店です。すっごく寒かったのでソフトクリームを食べるか悩んだんですが、この蜂の巣を見るとやっぱり食べたくなりますよね。値段は6000ウォンです。気合と根性で食べたいと思います。
見ているだけで美味しさが伝わるこのビジュアル。濃厚なのにすっきりとした味わいで最後まで美味しくいただけました。気合と根性で食べきりましたが、想像以上の寒さで震えが止まりませんでした。Oh my god! 現在15時40分。続いて訪れたのはヘウンデチョントンシジャン。実は昨日も立ち寄ったんですが、タイミングが合わず食べられなかったチヂミを今日はリベンジしに来ました。얼마예요? 이거요? 치즈미? 이거요? 각자?どっからどう見ても美味しそうなこのチヂミ。いただきまーす。想像以上の大きさに一人で食べれるか不安でいっぱいです。出来たてほやほやのチヂミのお味は？熱々で美味しいんですが、生地よりも具材の量が多くてなかなかうまく切れません。そして生地が少し柔らかいので具材がほろっと外れる感じです。規格外の大きさに必死で食べていますが、生地はもちもち食感で油っぽさもなく最後まで美味しくいただけそうです。ここで少し雑談です。以前 YouTube の収益化申請に3回も連続で落ちた話を動画にしたんですが、その後4回目の再審査でも繰り返しの多いコンテンツという理由で再び審査に落ちてしまいました。次に申請できるのが3月3日以降となるので、この動画が公開された後もう一度チャレンジします。結果は改めてまた報告するので、チャンネル登録と高評価で応援していただけるととっても励みになります。予想よりもプサンは寒かったので、今日の夜はあったかいものが食べたいなと思ってプサン名物のデジクッパをこちらのお店でいただこうと思います。こちらがオムヨンベクの代表メニュー、豚肉クッパです。今回はこちらをオーダーしました。最初に運ばれてきたのはこの小皿のおかず。韓国ではメイン料理と一緒にたくさんの小皿のおかずが出てきます。待つこと10分、愛しのデジクッパが到着しました。名前の通り澄んだスープが魅力の一品。
豚肉はサガリやトントロ、豚の胃など国産の5つの部位をそれぞれ丁寧に煮込み、その味と食感を引き出しています。スープには生姜やネギ、黒胡椒などの香りを加えて仕上げており、一口すすると体がじんわり温まって寒い夜にぴったりの味です。食べても食べても減らないお肉。見た目はシンプルですが、豚肉の旨味と香りがしっかり感じられて、私好みのあっさりとした美味しさです。テーブルにはお塩やエビの塩辛、唐辛子パウダーなど自分好みに味を変えられる調味料も用意されています。私は薄味が好きなので、このままのお味で十分美味しくいただけました。木のぬくもりを感じる落ち着いた店内は、カウンター席もあって一人でも入りやすい雰囲気です。辛いものが苦手な私でも青唐辛子以外はチャレンジできる辛さでした。居心地も良くて美味しくて、またリピートしたいお店でした。現在19時2分。ごちそうさまでした。ヘウンデの街に夜の色が広がり、一気に華やかな雰囲気になりました。続いては食後のコーヒーが飲みたくて、こちらのお店にやってきました。こちらは韓国で有名なお茶のブランドオソルロク。チェジュ島の上質な茶葉を使ったお茶やデザートが楽しめるお店です。本当は抹茶のソフトクリームが気になっていたんですが、想像以上にヘウンデは寒かったので、今回はホットドリンクとロールケーキをオーダーしました。こちらのロールケーキは甘さは控えめで、抹茶のほろ苦さがしっかり感じられる大人のスイーツ。クリームは柔らかすぎず滑らかで、ミルクの風味がふわっと広がります。しっとりとしたスポンジからも抹茶の風味を感じるバランスが取れた上品な味わいです。店内からは海は見えませんが、2階席から外の景色を眺めたり、ゆっくり穏やかな時間を過ごせました。店内は天井も高く広々としています。今回はほぼノープランできたので、明日の予定を考えながら1時間ほどゆっくりしました。最後は簡単に購入品紹介をします。まずはこちらの抹茶のプレッツェル。香ばしい濃厚な抹茶とサクサクとした食感が楽しめました。
続いてはプレミアムグリーンティーワッフル。バターと抹茶の風味が濃厚でリピートしたいお味でした。おはようございます。今日もヘウンデビーチのカモメに挨拶をしてミポ駅に向かいます。今日はミポ駅から海辺列車に乗りに来ました。順番に待合室に案内をされますが、並んでいる方を見ると比較的韓国の方が多いような気がします。海辺列車の座席はこんな感じです。自由席なので空いてるスペースに座ります。それでは終点のソンジョン駅まで片道25分の旅を楽しみます。ソンジョン駅に到着しました。私は終点まで降りずに来ましたが、途中の停留所、タリットル展望台などフォトスポットもたくさんあります。それではソンジョン駅から徒歩1分のソンジョン海水浴場に向かいます。サーフィンの聖地としても知られるソンジョン海水浴場は都会の喧騒から離れた静かなビーチです。透き通るほどの美しい海を存分に眺めた後は、こちらの素敵なカフェで少し休憩をしようと思います。オーダーをする1階の雰囲気はこんな感じです。まるで海の上に浮かんでいるようなこちらのカフェは3階建てに加えて屋上ではテラス席も楽しめます。屋上のテラス席にやってきました。
心地いい風と太陽の光が海に反射してキラキラと輝く美しい空間。コーヒーも美味しくて誰もいない私だけの時間は嫌なことも忘れるぐらい穏やかなひとときを過ごせました。ゆっくり休憩もできたので次の場所へ向かいます。ちなみに海沿いにはスターバックスをはじめおしゃれなカフェがたくさん並んでいます。それではソンジョン駅からタクシーに乗ってヘドンヨン郡佐へ向かいます。今向かっているヘドンヨン郡佐は海の岩場に建てられた珍しいお寺です。タクシーで約10分、料金は6500ウォンでした。ヘドンヨン郡佐に到着しました。無事に到着はしたものの、下調べをせずに来てしまったことで入り口がわからずあたふたしています。テンパった状態で前を歩く人についていくと、それらしき入り口を見つけたんですが、これが間違っていたんですよね。今歩いてる道はツアーバスなどの駐車場に続いているようです。この間違った生き方、このまま少しお付き合いください。私はここが入り口だと思って入っていったんですが、険しい山道が待っていました。誰ともすれ違うこともなく、ここでさらにテンパってしまいます。そして山道を抜けてなんとかここにたどり着いたんですが、進む方向を間違ってしまいます。本当はここが入り口になるんですが、そういえば入り口には十二支の石像が並んでいたなぁと思って、この先に入り口があるんだと勘違いをして反対方向に進んでいきます。そしてこの先にはお土産屋さんが並んでいて、気づけば最初に到着した場所に戻ってしまいました。お土産屋さんを抜けるとここに戻ってきました。ここでようやく自分が逆走していたことに気づいて、急いで本当の入り口に戻りましたが、この時点でなんとタクシーで到着してから30分近くさまよっていたことになります。昔から自分でもびっくりするような方向音痴で、今回の旅行でも何度も迷子になっています。大変お待たせいたしました。それでは中に入っていきましょう。
現在17時20分。本当は帰りの海辺列車も予約していたんですが、少し疲れたのと、明日はスカイカプセルに乗る予定なので、タクシーでヘウンデまで戻っています。途中で少し渋滞に巻き込まれて、ヘウンデビーチまでタクシー料金は13,000ウォンでした。現在17時50分。ヘウンデビーチにやってきました。お昼とはまた違う夜のビーチもとっても綺麗です。11月の寒い夜でも裸足で砂浜を歩いたりジョギングをする人が多くいました。現在18時30分。続いてはオリーブヤングで大人気のベーグルチップス。こちらの専門店ができたということで早速行ってきました。お店の名前はディライトプロジェクトヘウンデ店。こちらは韓国コスメが好きな方には馴染みのあるオリーブヤングのプライベートブランドです。こちらのディライトプロジェクトでは人気のベーグルチップスをはじめヘルシーで美味しいおやつがたくさん揃っています。店内は清潔感もあっておしゃれなパッケージがずらりと並んでいるので見ているだけでも楽しいです。どれも美味しそうで何を購入するか迷いましたが、購入品の紹介はまた後ほどお見せしますね。想像以上に楽しかったヘウンデ。観光もできて何より大好きな海をたくさん見ることができました。この後はナンポドンにあるビフ広場で食べ歩きをします。ヘウンデ駅から電車で約50分の移動です。ビフ広場に到着しました。안녕하세요. 호떡 해주세요. 하나 2,500원 되겠습니다. 자, 하나요. 하나 계산돼 드릴게요. 2,500원. 위키래. 옛날에 제가 美味しかったの食堂明日朝さウィキ
맛있게 드세요. 감사합니다. 땡큐. 이렇게 주문했어요. 감사합니다. 땡큐 주세요.シアホットクにはひまわりの種や松の実などが入っていて、バターで揚げたもちもちの生地とナッツのザクザクとした食感が楽しめる釜山名物の一品です。いただきます。昔よりも甘さが少し控えめになった気もしますが、それでもやっぱり美味しかったです。おいしい。ごちそうさまでした。続いては焼き鳥にやってきました。맛있어요. 이 치킨이 맛있어요. 맛있어요. 아, 이거 아니면 이거. 이거 요거는 4, 요거는 5. 5. 아, 네기와 네기 5. 네기. 아, 자, 아. 어느 것을 먹을까요? 아, 자, 코칭 이거? 응. 요거는 4. No spicy. 아, no No spicy. spicy. 어서 오세요. 감사합니다. 맛있어요. 네.いただきます。思っていたよりももも肉が柔らかくて弾力があって美味しいです。少し後悔したのはネギがないタイプを選びましたが、量が多いのでネギありで味変した方が良かったかもしれません。なかなかのボリュームで食べ終わるまで時間はかかりましたが、焼きたての香ばしさもあって最後まで美味しくいただけました。次はホテルを2軒ご紹介。今日から2泊お世話になるのはこちらの東横インヘウンデ。ヘウンデ駅からは徒歩12、3分でした。実は日本でも海外でも東横インに泊まるのはこれが初めて。フロントの先にはロッカーと広い朝食会場が広がります。
ウォーターサーバーもあるので、お水の心配もないですね。今日から2泊お世話になるのはこちらのお部屋。禁煙のシングルルームです。ベッドサイドから見た玄関はこんな感じです。すごく広いわけではないですが、圧迫感はそれほど感じません。スリッパは使い捨てではないので自宅から持ってきました。お水は1日1本。ケトルはティファールで、カップは2つありました。ここからはバスルームのご紹介です。ユニットバスなので少しコンパクトな作りにはなりますが、ウォシュレットもちゃんとついています。アメニティは廃止になったので歯ブラシなどはありませんが、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープがついていました。また説明はなかったですが、フロントの隣にコーヒースティックやパウチのスキンケア用品もありました。トリップドットコムで予約をして割引が効いたので2泊で11,839円でした。ホテルに戻ってきました。本日はトリップドットコムで予約をしたこちらのプラチナムホテルに1泊します。気になるお値段は後でご紹介しますので、皆さんもぜひ予想してみてください。それではお部屋のご紹介をします。こちらが今回予約をしたダブルルームになります。窓際にはテーブルと椅子があるので、ここでコーヒーを飲みながらゆったり休憩できるのが嬉しいですね。ただテーブルには傷があったり、椅子にはシミがあったので、ここが少し残念ポイントです。外の景色はこんな感じです。ベッドサイドから見た反対側はこんな感じです。
ハンドタオルやバスタオル、薄手のガウンもありました。コンセントの差し口は3つあります。こちらはお茶のティーパックが4つありました。そしてこちらは化粧水と乳液です。このバスルームセットには韓国では珍しくアメニティがいろいろと揃っていました。冷蔵庫にはお水が2本入っていました。続いてはバスルームのご紹介をします。それではホテルの金額のお話です。今回宿泊しているのはプラチナムホテルです。私は南浦駅から7分ほど歩いてきましたが、チャガルチ駅からも同じくらいの距離で来れます。今回はトリップドットコムでスタンダードのダブルルームを予約しました。そしてこの時は気づいていなかったんですが、翌朝カーテンを開けると窓からプサンタワーが見えていたので、もしかしたらお部屋のグレードアップをしていただいたかもしれません。大変お待たせいたしました。お部屋の料金はこちらです。4010円でした。ちなみに最初からプサンタワーが見えるお部屋を予約する場合は700円ほど高くなるようです。Properly cooked food and drink boilable bottled water. If you have visited a quarantine, your cooperation. こんにちは。はい、ありがとうございます。
今回の3泊4日プサン一人旅では主にヘウンデエリアを中心に観光してきました。プサンは今回で4回目になりますが、今までで一番満喫できたかもしれません。それでもまだまだ知らない魅力も多くて、改めてプサンはいいところだなぁと思いました。また近いうちに来たいと思います。このチャンネルでは46歳の私が一人旅を楽しむ動画をお届けしています。登録者1000人まであともう少し。よろしければチャンネル登録や高評価、そしてコメントで応援していただけるととっても嬉しいです。次回からはシンガポールとベトナム旅の動画をお届けします。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。それでは最後に飛行機のチケット代を発表します。平日の安い日を狙ってさらに割引クーポンを使った結果15,510円でした。ちなみに行きは荷物預けが無料、帰りは追加をしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。